皆さんこんにちは、フジロクです。今回は人参のシフォンケーキを作っていきましょう。人参は火を通したものをピューレにするのではなく生のまま使います。皮を剥いてすりおろしをして用意しておきましょう。人参独特の臭さがあると思うのですが、シフォンケーキにするとその臭みもなくなってとても美味しく仕上がります。ぜひ野菜嫌いなお子さんに食べさせてあげてください。そして人参は必ずすりおろし器ですりおろすようにしてください。フードプロセッサーでもできなくはないのですが、人参が少し粗く削れてしまいます。口に残ってしまいますので、必ず丁寧にすりおろしをしてから使うようにしましょう。続いて卵を卵黄と卵白に分けていきます。卵は必ず冷たいものを用意してください。冷たいときれいに分けやすいです。逆にぬるいと卵黄が割れてしまいますので、必ず冷たい卵を分けるようにしましょう。それでは卵黄にきび砂糖を入れてハンドミキサーの中速で白っぽくなるまで泡立てていきましょう。これぐらい白っぽくなるまでしっかり泡立てるのがポイントです。しっかり泡立てたらこの中に太白ごま油を少しずつ加えていきます。太白ごま油がない場合は米油などを使用してください。なるべく上質な油で作るのをおすすめします。30秒から1分ほどかけて油を注いでいきましょう。油がきれいに馴染んだらこの中に牛乳とすりおろした人参を加えていきます。牛乳と人参が入ったら泡立て器で混ぜていきましょう。先ほどの油を入れる作業は空気が入るときれいに混ざるというのがあるのですが、今回の牛乳や人参、水分というのはぐるぐる混ぜるだけで構いません。なのでハンドミキサーではなく泡立て器で混ぜましょう。そしてこの中に薄力粉、強力粉、ベーキングパウダーを入れてさらに混ぜ合わせていきます。この時の大事なポイントは泡立て器でしっかり練るということです。ぐるぐる練ることで強力粉のグルテンというのが引き出されます。グルテンをしっかり引き出すとシフォンケーキが腰折れしにくい、カットした時も型崩れしにくいケーキになりますので、必ず粉類を入れたらしっかり練るようにしてみてください。続いて卵白を泡立ててメレンゲを作っていきましょう。これぐらい泡立ったらきび砂糖の1/3分の1を加えてさらに泡立てていきます。さっきより少し泡立ったら2回目のきび砂糖を加えて泡立てていきましょう。先ほどよりもっと白っぽく泡立ったら最後に3回目のきび砂糖を入れてしっかりと泡立てていきます。それではメレンゲができたかどうかチェックをしてみましょう。ハンドミキサーを止めてこのようにぐるぐると混ぜ、真ん中をゆっくり持ち上げます。角がピンと立っていれば完成です。最後に低速にしてハンドミキサーを上下にゆっくりと動かしてキメを細かく整えていきます。およそ1分ほどキメを整えたらメレンゲが完成です。続いてできたメレンゲと卵黄生地を合わせていきましょう。
卵黄生地の中にメレンゲの3分の1を加えて泡立て器で切るようにして混ぜ合わせていきます。混ざりきる一歩手前で2回目のメレンゲを加えていきましょう。先ほどと同様に混ざりきる一歩手前で3回目のメレンゲを加えていきます。ある程度混ざったら泡立て器からゴムベラに持ち替えましょう。泡立て器だけではボウルの周りの部分がきれいに混ざりません。仕上げはゴムベラで下から生地をすくい上げるようにしてムラがないか確認して混ぜ合わせていきます。ゴムベラで混ぜるときはひらがなのの字を書くように切るように混ぜ合わせてください。生地がきれいに混ざったら型に流し入れていきましょう。シフォンケーキの型はこのようにできるだけアルミの型を使ってください。どうしても紙の型で作りたいという方はですね、焼く温度を10度下げてください。紙の型でシフォンケーキ焼くととても焦げやすいです。日当たりが良すぎてかなり表面が硬くなってしまうんですね。紙で焼くときは10度を下げて焼くようにしましょう。型に生地が流れたら竹串でぐるぐると混ぜてキメを整えていきましょう。こうすることで気泡が均一になります。この作業を忘れないようにしてください。最後にトントンと空気を抜いて170度に予熱しておいたオーブンでおよそ40分焼いていきます。天板ごと予熱すると底上げしにくいので、ぜひ天板ごと予熱したオーブンで焼くようにしてください。シフォンケーキが焼けたら逆さにして冷ましておきましょう。粗熱が取れたらシフォンケーキを外していきましょう。私のレシピには強力粉が入っていますので、このように手で外すことができます。シフォンケーキの側面の部分を真ん中の部分までぐっと押し込んで、そして中央の部分もしっかり押し込んでいきます。しっかり半分ぐらいまで手で外したら、ひっくり返して型を外していきましょう。続いて底の部分を外していきます。手で外すこともできるのですが、怖い方はこのようにカードなどを使って外すときれいに取ることができます。このようにしっかりと底上げせずに焼けていたら成功です。今回の人参シフォンケーキは人参の水分がとても多く入っているので、メレンゲはいつもよりかなり固めに泡立ててください。メレンゲをふわっと柔らかく立ててしまうと人参の水分で潰れてしまうんですね。シフォンケーキ取り出した時に腰折れする原因になりますので、今回の人参シフォンケーキ水分多めなので、メレンゲを多く立てるというのをしっかり覚えておいて作るようにしてみてください。そして材料のきび砂糖ですが、人参臭さを消すためにわざときび砂糖にしています。ここを上白糖やグラニュー糖にしてしまうと、人参独特の臭さが目立ってしまいますので、必ずお砂糖はきび砂糖を使うようにしてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後まで見ていただいた皆さんありがとうございました。この動画が面白いためになったという方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。